少子高齢化が加速する日本で相次ぐ孤独死が社会問題となっています。もう頭の中真っ白でも何も出てきます。そんな悲痛な声の一つ一つに耳を傾け寄り添う会社があります。特殊清掃のプロ集団関西クリーンサービスです。人呼んで特殊清掃界のゴッドハンド亀沢紀之さん。孤独死現場やゴミ屋敷などあまたの物件をよみがえらせてきた彼には2007年の創業以来貫いてきた信念があります。感情はできるだけ感情移入しないようにはしてます。お客様の前では決して感情的にならず作業効率を最優先すること。ただしたった一度だけ自ら立てた誓いを破ってしまいました。すいません、ちょっと環境の失格です。これからどちらへ行かれるんですか？孤独死があった現場ですね。ご依頼者の妹様が亡くなられたということで今そちらの方に向かっております。この日は問い合わせのあった物件の下見です。現場でお客様からヒアリングした内容をもとに見積もりを作成します。こちらですね。どうもこんにちは。今回の依頼者は75歳のこちらの女性です。一人暮らししていた妹をこの家の2階で亡くしました。こちらで。こちらのお部屋で。亡くなってからおよそ3週間後、依頼者の妹は変わり果てた姿で発見されました。妹にこれといった持病はなく、死因は心臓発作による突然死でした。ちょっと電話何回かしたんですけども、一向に繋がらなかったもんで、ちょっと気になって来たんです。なるほど。そしたらもう鍵ね開けよう思ったけど開かなかったんです。でもどうもおかしい思ってで警察の方に連絡して、来ていただいたんです。それで発見いうことで、かなりその当時もう頭の中真っ白でも何も出てきます。でも何からねしていいかもしていいかだけどもできないですもんね。突然妹を亡くし途方に暮れていた時、インターネットで関西クリーンサービスを知りすぐに依頼を決めました。今回どうしてこの関西クリーンサービスを選ばれたんですか？何件かのあれ見てみたんですけど、それからテレビも出てらっしゃるし紹介されてるし新聞にでも安心してお任せできるんじゃないかな思って。今回の依頼内容は遺品整理と事故物件になったこちらの不動産の買い取りです。もしも個人に多額の負債や借金などがあり相続を放棄する場合は原則として3ヶ月以内に相続放棄真実書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。そのため遺品整理では本当に遺産を相続してもいいかを見極める材料として書類や紙切れの一枚一枚に目を通す丁寧な作業が必須です。そして依頼者には今回どうしても見つけてほしいものがありました。それは妹と一緒に写った写真です。ここで見た覚えがあるんで、確かあるはずなんですよ。もしそんなんがあったら。わかりました。それもお写真単体ですか？アルバムとかに単体やった
たんじゃないかなと思うんだけども、それももう何十年も前の話でね、はっきり記憶はないんですけども、見たんは見たんですよ。本人もうろ覚えという難しいミッションですが、亀澤さんは顔色一つ変えません。常に大切な人を亡くした依頼者の気持ちを最優先すること。20年前、亀澤さんが祖母を亡くした時に学んだ教訓です。祖母の遺品整理をしている中で、とある業者さんに頼んでみたんですよ。だったらこう祖母の遺品がすごい乱雑というか存在に扱われてしまって、処分とかね、ゴミのように扱われてしまって、それがすごく悲しくて、それ腹立ちますね。そうですね。まあね、その業者さんからしたらただの廃棄物であったりとか、不用品であったりするんでしょうけれども、僕らからしたら大事な遺品だったので、ちょっと悲しかったですね。まず、殺菌効果のある特殊な薬剤を霧状に噴出させます。人の体液が、このような状態になって、いろんな細菌であったりとかウイルスとかも発生している可能性もあるので、弊社の作業員のスタッフの安全も考えてこのような作業をさせていただいております。ああ、いってる。全然いってる。ああ、畳いってんな。いってる。いいさ。とりあえず布団先行こうか。人とウイルスが接触しないよう、体液のついた布団を慎重に密閉します。同時に他のスタッフは家財道具を次々と運び出していきます。亀澤さんは最も物が多い2階の部屋を片付けていました。やっぱ服多いですね。服めちゃくちゃ多いですね。こういう階段の特にちょっと勾配がきついような、角度がきついような階段のお家ってなると、もうこういう2階部分はもうこういう倉庫代わりになっちゃって、もう一度物を入れちゃったらもう何十年も動かさないんですよね。下ろすこともないですし。これってよく見られる傾向なんですか？そうですね。やっぱりね、なるほど。年齢重ねると足腰もやっぱりね、ちょっとしんどくなって、一度重いものとか荷物を上げてしまったらもう何十年で下ろさなくなっちゃうのと一緒です。戦後直後を生き抜いてきた人とか、ね、オイルショックとかそういうことをいろいろ経験されると、物がなくて困っていた日本の時代を、ね、経験されてしまうと、やっぱり捨てるっていう感覚がもったいないってなっちゃうんですよ。亡き祖母の遺品整理をした経験から、亀澤さんは業者に依頼するメリットをこう指摘します。やっぱりこう親族でやってしまうと手が止まるんですよね。思い出に浸ってしまったりとか、なんか懐かしいものとか見つけてしまったり、例えばお写真とかね、懐かしいよねっていう風に家族がね 4,5 人集まっても、こんなん出てきたであんなん出てきたでって言って手が止まってしまってそれでじゃあ6時間7時間経ちました、全然進んでませんっていうように
ありがちなので。だから他人がやった方が早く。そうですね。もう第三者の方がやった方がいいよなっていう。その方がね、多分効率もいいと思うんですよね。感情はできるだけ感情移入しないようにはしてます。しかし他人でも思わず手を止めてしまいそうなものが見つかりました。あ、ちょっと見せてもらってもいいですか？あ、それいるな。重要書類系置いといてって言われてるから。高額の借用書です。他にも遺産相続の判断に関わる権利書や保険証券、預金通帳などを見つけ出し、依頼者にお渡しすることも遺品整理の大切な役割です。遺族が知らずに個人が負の資産を抱えているケースも多く、相続するか放棄するかの判断を迫られる遺族にとっては気が気ではありません。作業開始から3時間ほどで家財道具をすべて運び出しました。作業中にお写真などが見つかりました。重要書類とか。ありがとうございます。お写真の方がたくさん見つかったんですけれども。これ、そう。その写真には優しくカメラに笑いかける姉妹の姿が映し出されていました。確かに何かあれですね、ちょっと似てらっしゃる。ありがとうございます。うちにはこれないですわ。あってよかった。妹は生涯独身を貫き、若くして嫁いだ姉に代わり、たった一人で母親を介護し看取ったそうです。写真をじっと見つめていると、席を切ったように依頼者の思いがあふれ出しました。長いことありがとう、ご苦労様でした。でね、またお父さんお母さんと天国でね会って、仲良く甘えてください、ご苦労さんでした。まさか本人もパッと行っちゃうとは本人も思ってなかったやろしね。すいません、ちょっと関係を持ってですありがとうございます。来世またね兄弟になることあったらずっと一緒に育ってね。お酒もはい空き缶も置いてたでしょ本当に助かりました。もうこんな早い短時間でねすっきりときれいにお掃除をしていただいて、感謝します。ありがとうございました。旅立った人、そして残された人のためにもっと自分たちにできることはないか。そんな思いを亀澤さんは最近サービスの一つとして形にしました。妙法蓮華経観世音菩薩不問菩提25日無事に菩薩職。亀澤さんは2021年末、出家して真言宗の僧侶となり、個人のご供養を無料で始めました。遺品整理とかね、特殊清掃、物事を物理的に片付けるっていうことも、それはものすごく大事であって、至極当然のことで当たり前のことなんですけれども、個人の方しかり依頼者様のお気持ちの整理ですね、心の整理をしてあげるのが我々の仕事だと思ってますので、こちらのサービスをご提供させていただいております。こうした事故物件を依頼者が売りに出す際、大手の不動産会社には大概断られてしまいます。センシティブな内容なだけに多くの不動産業者に相談すればするほど、その分ネガティブな情報が広まるリスクも高まります。さらに亡くなられてから日にちが経過し、体液や刺繍が散乱、
浸透している今回の物件には特殊清掃や脱臭、リフォームが必要で、その費用は依頼者にとって大きな負担となります。しかし今回は不動産会社でもある関西クリーンサービスが現状のまま土地と建物を直接依頼者から買い取ることで、情報漏洩のリスクを最小限に、さらに通常の不動産売却では1ヶ月から3ヶ月、場合によっては半年以上もの期間を要するところをわずか数日で取引を完了させました。もうね、突然のことだったんでどうしていいもんかわからなかったんですけど、スムーズに、意外ともうしばらくかかるかな思ってたんですけども、割と早くいろんな手続き、売買手続きも終わることができまして、これでやっと肩の荷が下りました。どうもお世話になりました。ありがとうございます。助かりました。亀澤さんはこの物件を特殊清掃し、きれいな物件として販売しようとしていました。染みついた体液の匂いを世界水準の特殊な機材を使って根絶やしにします。脱臭に有効なオゾンですが、濃度によっては人体に悪影響を及ぼすことがあります。安全な濃度と作業手順で確実に脱臭できることは、長年の経験からたどり着いた亀澤さんたちの強みです。ちょっと今薬剤の水蒸気でお部屋がモコモコになってますけれども、湿度を上げれば上げるほどオゾンの効果が強くなるので、かなり湿度を上げております。こちらオゾン発生器なんですけれども、こちらがサーキュレーターで、3台のオゾンを使います。オゾン発生器を、このオゾン発生器から発されるオゾンっていうのが空気より重いです。ですので、このサーキュレーターで部屋全体にオゾンを循環させるような。数時間このままあちらのお部屋オゾン分除させていただきます。この間にもう他の部屋も全部同じ要領でやっていきたいと思います。特殊清掃とリフォームが完了し、ここまできれいに生まれ変わりました。ではこちらへどうぞ。後日、一組の夫婦が内見にやってきました。2人には1歳の男の子がいます。率直に事故物件の印象を尋ねてみると、ちょっと怖いかなっていう。暗そうじゃない？雰囲気はすごい。建物自体は、古い物件にはなるんですけれども、内装はある程度では入れているので。お風呂めっちゃ綺麗。お風呂綺麗が。トイレは？トイレも普通に綺麗。わあ、ウォシュレット。ちょっと急なのでお忘れと。明るい。綺麗、全然綺麗。補助清掃しまして、床も綺麗にさせていただいております。わからんもんやね。わからへん。なんか暗い感じかなと思ってたんですけど、明るいですし、なんかそんな感じさせない。そうですね。これだったら正直今のところちょっと気にならないかなっていうところまで、全然ありかな。このように亀澤さんたちはあまたの物件をよみがえらせてきたのです。
いろいろちょっと精神的にもしんどいちょっと辛い部分もあるかと思うんですね。相談する相手がいなかったりとか、弊社の方にそのあたり割り切って、何か些細なことでもご一報いただけましたら必ずお力添えできるかと思いますので、ご連絡いただければと思います。